こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。前回のね、光と影の光と闇の動画、すごい反響ありがとうございました。やっぱりこう自分の中の闇の部分を、認めることはなんていうのかな、見ることは知らなかったとかね、そういう反応をいただいたりして結構驚きましたね。今闇見るとき自分の中の光と影、光と闇の部分を見るときですから、絶対セットですからね。絶対セットっていうのはだから今までどちらかというと、だから闇みたいな部分、自分の重い周波数っていうものをわざわざ地球の中で持って体験してたんですよね。もともと私たちは光の存在なんだけど、思い込みの周波数とかでわざわざ落としてたじゃないですか。この落としてるものっていうのがこう闇というか影というか重りみたいな感じになっていたっていう感じなんですよね。そうだから自分自身のそこの見たくない部分をやっぱり見ていかないと、これからこう光が強くなってきて、地球がだからこのあぶり出し同じなんですよ。地球がやってることと私たちがやるべきというかやってることが同じ、だからわーって浮き出てきてるじゃん。いろんな今まで地球であったことがわーって浮き出てきて、コロナになってみたり、いろんな陰謀論になってみたり、いろんなことが今まであったよって、こんなものが地球にまさかあったなんてってことを私たちは見てると思うんですけど、自分も同じなんですよね。自分の中にもわーって今特に出てきてるから、自分の中にある見たくない部分とかそういうところを見て、でこれをだからそのまま直視したりとか、ブロック解除とかで書き換えたり、インナーチャイルドで癒したり、あとはその統合のワークで光に戻していくっていうことをしていくんですよ。だからあっても全然いいんですね。あってもいいんだけど、今これを持ち続けてる自分自身の中の重い周波数とか闇の部分だよね。自分自身の闇の部分をなんていうのかな、あっていいんだけど、それを愛するみたいな感じかな。否定してみないようにしてたりすると本当に生きづらくなっちゃうし、それを本当に外して戻していく、光に戻していくみたいな感じかな。だから完全に光になるっていうのは私たちが生きてる間には多分難しいんじゃないかな。だってやっぱり出てくるもんな。だけどこれを外していかないと重い周波数だから、そう重くてこうなんていうのかな、そこの部分をずっと遊べてたから良かったと思うんですけど、そこを今外して本来の自分っていうのがわーって出てくる。本来の自分っていうのは結構こうのびのびとした軽やかな自分なんですよね。重かったんですよ。そういう感じなんですね。でその外す時にやっていただくのが、ブロック解除、統合のワーク、あとはインナーチャイルドかなと思いますね。あとはただ見る、こういう自分はこういうとこあったんだ、こんなに闇の部分あったんだ、光重い周波数持ってたんだって気がつくだけでも見ちゃいけないとかそういう自分を否定してたっていうことがなんていうのかな、否定してたり悪いもののようになっていたんだと思うんだけど、今は本当にそれを見る時だと思っていただくといいと思いますね。てかもう本当にそれが急務です。自分自身の一番地球の波動を落としてるのは自分自身を自己卑下することですかね。自分のことが自分なんて大した人間じゃないって思ってることが一番こうなんていうんだ、あとなんていうの、自己価値が低いってやつね。自己価値が低いっていうのは結構こう自分だけじゃない原因があったりするんですよ。こう前世から来てたり DNA の中に入ってたりとか、だからそこをでもこうやっぱり自分の意図が全てを作ってるから、そこも外すって、もう変わるっていうことを自分が意図すれば変わっていくことが起きてくるから、そういう感じで意図して変わっていくっていうことを許すって感じだね。どんどん自分自身を許していくんですよ。ハードルを下げて、今まではもう
エベレスト級に高かったんですよね、自分のハードルが。自分自身が自分のハードルを上げて、自分はここまで完璧にやらなければとかね、いろんなことをさ、なんていうのかな、これもできてない、ここまでできないからあれもできてない、これもできてない、これもできてない、あれもできてないって全部自分のダメ出しばっかりしてたんですよ、自分が。だけどこのダメ出しは誰もしてないんですよね。周りはしてないのに自分だけがいっぱいしてて、周りがしてるように見えるけど、自分だから周りにそうやって言われるってことは自分自身の中で自分を許してない自分がいるから、そういうなんていうのかな、そういうダメ出ししたりするってことだから、やっぱり自分自身の内側で自分を許していくんですよ。どん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 許してブロックを外して、ブロック外すっていうのはこの電球の玉でやるみたいな、いろんな手法あるから、そのやり方でもいいし、あとは統合のワークはこう並木さんの統合ワークとかね、こういろいろ、ここら辺にモヤモヤしたものをこう出して光に返して、こっちにまた光だけをこっちに入れるみたいな、そういうやり方でもいいし、あとはインナーチャイルドの場合はその自分が小さい時とか、前世もそうかな、何があったかなとか、それをね気づいてあげるっていうことが大事なんですよね。気づくっていうことが、一番の癒しなんじゃないかなと思いますね。誰もほら見てもらえなかったっていうところがあると思うから、そういう感じかな。この3つ、あと気づき、あとは感情を感じる、どれをやるかっていうのは直感ですね。あとはその自分が一番やりやすいものを何回も何回も繰り返しやるんですよ。そうするとだんだんなくなっていく、だんだん減っていくって感じです。でね、クーさんがやっぱりすごい分かりやすい説明してくれてたんだけど、コップの中に水が満タンに入ってて、そのコップの水がちょっと汚れてるんですよ、私たちって。汚れてるっていうかちょっと濁ってるのね。でもこれをクリアな水にしていくためにどんどんそういう思い込みみたいのを外してって、インナーチャイルドとかのなんて水が汚れてる世界を、体験したかったから今まではそれでよかったんだけど、これはさやっぱりクリアな水になっていかないとこれからのこの地球にちょっと対応できなくなってくるっていうのが多分あると思うね。あとほらクリアな水になっていけばだから楽に進めちゃうんですよ。今まではだから大変な思いを、大きい目で見た時に大変な思いを体験したくて今までの地球っていうのの体験をしていたっていうところがあるから、それはそれでよかったんですよね。過去に何があったかとかっていうことはもうそれは体験したい人たちが体験してたわけだから、そんなことにいちいちもう何があったらなんだろうみたいな、なんかそんなこと言ってる場合じゃないっていうか、で自分自身のこの水をねじゃあクリアにしていくためにこうやって外していくんですよ。外してって、その水をどんどんだから綺麗な水はずっと注ぎ込まれ続けてるから、でもその水ちょっと下の方に溜まってるものとかをやっぱり自分でこう外していかないと、気づいてあげないとそれがほらどんどんこう浄化されてこないでしょ。だからそれをどんどん外していくとだんだん水がきれいになっていくんですよ。綺麗になってくるってことはだからもうだんだんブロックとかもなくなってきて、なんかいつもこう平和になっちゃうんですよね。そういう感じですから、それの作業を今私たちは一人一人がやるとき、地球も同じことをやってるってことですよね。高次元になってる、地球が高次元になっていくってことは、地球の中のねコップの水が、ちょっと今まではちょっと濁ってたものがだんだんこうだから上にグワーってさ汚かったものが上がってきてわーみたいな感じのことがさあったりするけど、これがもうどんどん出てきて最後には綺麗になっちゃうみたいな感じだから、同じことをやってんだよね。よく考えてみると同じことやってるなと思うんですけど、だからあるのが当たり前なんですよ。だけどそれを持ち続けてる、特にちょっと重い周波数みたいな感じだね。だからさヨシさんとかもさスターシードチャンネルとか見ていただくと分かるんだけど、結構ブロックが好きなんですよね。だったんですよね。そういう変わるなんていうのブロックというもの、重い周波数みたいなのを持ってる世界も好きみたいな感じだったんだけど、やっぱそのままそれを持ち続けてると結局地球の波動を落としちゃうからね、自分も生きられなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。
よしさんがどうとかじゃなくて、そういう頑固なものとか重い周波数みたいなのをずっと持ち続けてると体に不調が来たりとか精神的にってきたりとか、あとはもう本当に起こる出来事がなんか本当にもっともっとひどい、ね、ことが起きたりして嫌じゃん自分が、だから簡単なんですよ。それを持ち続けてるっていう頑固さを手放していくって感じだね、だからこれ外していけばいいよって、自分自身が変わるしかないんですよね、だからそのために起きてるからどん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 外してって変わっていくんですよ。変わる自分を許していくっていう感じ、そういう感じの今時が来てますから、簡単にできてるから外していくといいと思いますね。でそうすると本当に楽になってきちゃう、でも楽になってくるんだけどまた出てくるんですよ、ブロックみたいな。私だってずっと外してきてるけどやっぱり出てきます。持ってる自分がやっぱり持ってる。だからそういうどういうものが自分が出てくるかってこともジャッジしないで、進めるようになってくるし、でもやっぱり時々出てきたりするんですよ。で出てきたら外そうって言って外せばいいだけで、それの繰り返しなんですよね。なんかすごい単純なんだけど起こる出来事としては本当にこう自分の世界は平和になってきちゃうね、やっぱし、平和になってきて周りも平和になっていくし、これが結局、自分の周り自分と自分の周りが幸せになっていって地球の波動を上げることに、貢献できるのかなって思うからね。だってほら良くなったらいいじゃん、本当にそれ思うから、これをやっていただければいいんじゃないかと思いますね。はい、そんな感じです。あと私ビジネスチャンネルを1個作ろうかなって、お仕事チャンネルみたいな、と思ってこの後動画撮るんで概要欄に貼ってあるのでよかったらそっちも登録してくださいお仕事チャンネルは、私自身がこうなんてスピリチュアルだけじゃなくてこう仕事でスピリチュアルをお仕事としてずっとやってきて、結構こうネットウェブを使って仕事としてやってきてるので、そのやっぱりでしかもさインドでやってきてるからずっとそのなんていうの遠隔なんですよ。ネットを使って家で半径1メートル半径なんだっけもうここでやってるからずっと、だから全然動いてないんだけど、それでこうもう何年だろう4年5年ぐらいやってきてるかな。そのやり方をねお仕事チャンネルで今必要な人がたくさんいるんじゃないかなと思って出していきたいなと思って立ち上げてみました。よかったら見てみてください。ではでは。